皆さんこんばんは、テクトです。今日はセット級パッチ 13.17 の勝ち方を皆さんに伝授したいと思います。勝ち方といってもそんな仰々しいものではなく、主に今自分が最も強いと思っているフレヨルドアフェリオスの使い方の解説になります。まずはじめに、使用レジェンドは TF マスター E を使うのも手なんですが、個人的にはやっぱ常に理想アイテムが作れる TF の方が好きです。 TF なので常に決め打ちができるのもいいですね。マスター E のようなアイテムをどうこうできるレジェンドじゃない場合は、最初の3つのアイテムから構成を選択してうまく立ち回る必要が出てくるので、それも込みで考えると TF がおすすめです。さて、肝心のフレヨルドアフェリオスの形ですが、多分皆さんがよく知っているものとはちょっと違います。テプト式フレヨルドアフェリオスはこんな感じ。よく使われているのは J4 の部分がソラカになったものですが、正直ソラカというユニットはあまり強いユニットではないので入れる意味がありません。その代わりに J4 を入れてアフェリオスがダメージを出す時間を稼ぐという形になっています。 J4 を入れても特に特性は発動しませんが、それを無視してもなお強いので採用しています。これは7レベルの形ですが、8レベルでハイマーが入るとより強いボードになります。もしくはライズが引けた場合に限ってアッシュを抜いてソラカを入れることがあります。アッシュを抜いて大丈夫なのかと思う方もいるかもしれませんが、このアフェリオスというキャラ、デッドアイでダメージを出しているわけではありません。なので抜いてもそこそこ問題なく機能します。フレヨルドのマナリーブがなくなるのが微妙に痛手ですが、そこをライズがカバーしてくれる感じですね。アフェリオスのアイテムはグインソーデスブレがベスト。グインソー2本は必須ですが、デスブレは別のアイテムでも大丈夫です。チャイスレが割とおすすめで、これはアフェリオスが来なかった時に代用として使えるユニットにアジールが増えるからです。デスブレだとゼリかアフェリオスしか使えないので、ここにゆとりが生まれて駒が来ないから負けるみたいなことが少なくなります。巨人はいろんなところでおすすめされたりしてるんですが、あまりにも初動が遅すぎるのと、アフェリオスのスキルは AP によってダメージが上がらず回復量が増えるのみなので、私はおすすめしません。なのでデスブレ、チャイスレ、IE の順におすすめとなります。次はタリックのアイテム。この構成はシェンではなく、タリックにタンクアイテムを持たせるのがおすすめです。アイオニアが発動していない場合は、シェンよりマナの総量が少なく、スキルを何度も発動させやすいタリックがおすすめですね。タリックのアイテムはワモブ、ブランブル、ドラプロがベストですが、別にどんなタンクアイテムでも大丈夫です。他のアイテムでおすすめなのはこの辺り。 TF の金パンドラで獲得できた完成品はこの辺りのタンクアイテムに変換されたら使う感じにしましょう。もちろんデスブレとかに変換されたらそれを使っても OK です。次はポータルについて。ポータルは最初のオーグメントがプリズムにならないものなら大体何でも大丈夫ですって思ったんですが、全部解説した方が分かりやすいかと思うので細かく解説していきましょう。夢見の池はあまり相性が良くありません。これが来た時は TF を使っているなら操作ラーリをやるといいと思います。神柳の森は茂みにソラカを置くか、もしくはリサンドラを置いて他の強いボコスを入れるといいと思います。ハイマーとかサイオンとかライズとかですね。入れるときは前衛と後衛のバランスに注意しましょう。プラシディウム図書館ではアッシュなどのフレヨルドのユニットにアイテムを使ってフレヨルドの紋章を手に入れましょう。紋章を持たせる先はタリック以外なら誰でもいいです。紋章でヘルスが上がるので、大体の場合でシェンに持たせることになると思います。次はボイド。不安定なリフトは特に影響がないので選択しても大丈夫です。急柱の広間はヘラが出る可能性があるので、あまり選択したくないポータルの一つです。というのも、このフレヨルドアフェリオスという構成、ヘラの使い道が一切ありません。ヘラが出た場合はおとなしく別の構成、今だとシュリーマナナとかがおすすめですので、そちらをやるといいでしょう。次はシャドウアイルのポータル。シャドウアイルのポータルはスレッシュの聖書、ヨリックの墓場ともに投票しても大丈夫です。スレッシュの聖書だと若干3コス星3構成が上振れる可能性があるので、もし他にいいポータルがあるならそちらを選択するようにしましょう。次はシュリーマのポータル。シュリーマは全てのポータルを選択しても大丈夫です。シュリーマのバザールの時はアイテムがめちゃくちゃ増えるのでジークを作るといいと思います。ジークを持たせるのはアッシュではなく
リサンドラのような前にとことこ歩いていってくれるユニットにしましょう。ただリサンドラを後ろに下げる場合は若干タンク不足な感じになりがちなので、その場合はハイマーなどを入れるよりサイオンのようなタンクを入れたり、もう一体の J4 を入れたりするといいです。ちなみにこのアッシュではなくリサンドラに持たせる理由なんですが、こんな感じにアッシュとアフェリオスを隣接させてしまうと敵の J4 がアフェリオスのところに突っ込んできてしまうからです。せっかくジークでエースを上げても止まってしまっては意味がなくなってしまうので、アッシュは J4 を釣るためのおとりとして使うのがいいでしょう。勇者の時はまずは4コスのユニットを回すのがいいと思います。4コスが全て星2になったら5コスを置いてサイオンやハイマーを手に入れると強いボードが作りやすいです。交換の邸宅はぶっちゃけ何でもいいです。 TF によってアイテムを自由に変換しているので、おそらく防具や武器が足りないなんてことはないと思います。なのでお金がたくさん手に入る箱を開けるのがいいんじゃないかと思います。次はゾーンですね。最下層はできるだけ選ばない方がいいです。これは低コスリロール系で使うポータルになります。ブラスクインダストリーと行動の大金庫は選んでも大丈夫です。次はターゴン。山頂はあんまり選ばない方がいいです。このポータルは3コスが星3になりやすいのであまり選択しない方がいいでしょう。マルスオメグナムもあまり選ばない方がいいです。この構成は特性を伸ばして強くなるような構成ではないので選ばない方がいいでしょう。ターゴンプライムは選んでも大丈夫です。ただ特別相性がいいというわけではないので、他に相性の良さそうなポータルがあるならそちらを選んだ方がいいでしょう。次はデマーシア。ライトシールド艇の場合はグイーン層の一つをデマーシアの王冠にしてもいいかもしれません。エーレンマウントはシュリーマのバザール同様アイテムが多くなるのでジークを作るといいと思います。ただアイテムを選択できるという性質上他のプレイヤーにとって有利なポータルとなってしまうので、あくまで他にいいポータルがない場合に選択するポータルとなります。次はノクサス。血肉祭り闘技場ノクスクラやイモータルバスティオンは全て選んでも大丈夫なんですが、ノクスクラヤだけ使いづらいポータルなのであまり選択しない方がいいでしょう。次はバンドルシティのポータル。スカトルパドルとユーミのビュンビュンゾーンはリロールしたりレベルを上げたりするタイミングが若干ずれてしまいますが選択しても大丈夫です。この2つはお金がたくさん手に入るポータルになるので3、5でレベル7に上げてオールインするみたいな動き方が必要になってきます。バンドルカフェテリアは選んじゃダメなポータルです。フレヨルドアフェリオスはヘラを全く使わないので、もしこのポータルになってしまった場合はシュリーマナナをやるといいでしょう。次はピルトーバー。ピルトーバーのポータルは絶対に選ばないでください。ジェイスの工房と大学だとパンドラアイテムがプリズムになってしまします。プリズムだとめちゃくちゃ使いづらくなりますので選ばない方がいいです。スティルウォーター刑務所は言わずもがなオーグメントがなくなるので選ばない方がいいです。最後にフレヨルドのポータル。路上の館はめちゃくちゃ相性がいいです。ウィンソーをレディアントにすることでアフェリオスのパワーが 1.5 倍くらいになります。オーンの火事場は選んでも大丈夫です。オーンアイテムがスナイパーフォーカスとかの微妙なものだった場合、パンドラアイテムならオーンアイテムすらガチャすることが可能なので、いい感じのアイテムになるまで待つのも手だと思います。基本的にアイテムをとっとと決めないと、他のプレイヤーはオーンアイテム1個分ボードが強くなってるのに自分は使えてなくて弱くなってしまうので、できるだけ早めにアイテムを確定させましょう。ということでポータルの解説でした。次はステージ1からの流れに沿って5機を解説していきましょう。ステージ1ではこの1コスユニットを優先的に買ってください。序盤はバスティオン、アイオニア、ノクサス、チャレンジャーあたりで戦っていくのが強いです。ステージ2の1では TF のオーグメントを選んでください。パンドラアイテムが用なのでこれがないと始まりません。2の1のオーグメントがプリズムの場合は変換先のアイテムが防具ではなく武器になるようにした方がいいです。 TF のオーグメントを取ったらアイテムはグイーン層から作っていってください。金のパンドラアイテムから手に入った完成品はタリックのアイテムにしていくのがいいです。ステージ2の回転寿司ではグイーン層の素材かそれがない場合はコスト3のユニットを拾うといいです。ステージ2の5ではレベルを5に上げましょう。さっき言った通りノクサスやチャレンジャーを軸に前衛と後衛のバランスを考えていくといいと思います。ステージ2の6では必ず10ゴールド確保してください。
じゃないとその後お金がなさすぎて首が回らなくなります。ステージ2の7ではできるだけ20ゴールド確保するようにしましょう。ここでリサンドラなどを抱えている場合はリーチしていないのであれば売ってしまってもいいと思います。ただしアイオニア進行していてレベル6でリサンドラを入れればフレヨルドが発動する時とかは持っておいてもいいと思います。ステージ3の1では連勝している場合、もしくは入れたらボードが強くなりそうなユニットがいる場合はレベルを上げてしまってもいいです。ただし上げた後10ゴールド残らないような場合は上げない方がいいでしょう。ステージ3の2では TF のオーグメントはあまり強くないので他の強そうなオーグメントを取るといいです。ステータスマシマシとかヒーリングオーブとかですね。そしてステージ3の2ではレベルを6に上げましょう。代理キャリーの特性を伸ばしつつタンクを増やしていく感じに構築すると強い進行ができます。ステージ3の回転寿司ではステージ2の時と同様にクイーン層の素材を取るかコストの高いユニットを抑えましょう。ステージ4の1ではレベルを7に上げてリロールしましょう。まずは一旦このボードになるように駒を集めて、これだと6体しかいないんですが、最後の1体はアフェリオスかゼリかアジールです。ここからバスティオンを減らしながらジェイフォーとセジュアニを入れていくのがいいですね。ちょっと前にも説明しましたが、アジールを使う場合はデスブレよりはジャイスレの方が強いということは覚えておいた方がいいと思います。ステージ4の2では金オーグならお金が欲しいのであれば TF のオーグを、金以外だと TF のオーグメントを取る価値が薄いので他の戦力を上げるオーグメントを取った方がいいです。 TF の金オーグを選ぶタイミングは大体の場合で引きが悪かった時とかに選びます。ステージ4の回転寿司ではハイマーやサイオンなどの強い5コスが回っているならそれを取るといいでしょう。ステージ4の5と4の6はリロールの価値が高いならリロールを、そうでないなら我慢してステージ5の1まで待ってからリロールした方がいいです。リロールの価値はベンチにどれだけのリーチしている駒がいるかで変わります。例えばアフェリオスがリーチしてるならリロールの価値は高いですし、その他の4コスがリーチしていてもそうです。まあ簡単に言うとリーチしてる駒がいるならリロール、そうでないなら我慢って感じですかね。ステージ5の1以降はアフェリオスが星2になって、これ以上リロールしてもボードの強さが上がりづらいと判断できた場合にレベルを8に上げていきましょう。ハイマーやサイオン、コストが低いキャラだとソラカとかも悪くないと思います。ここまでいったらほぼ勝ちみたいなものなので、ここまでうまく立ち回れるように何度も構成を使って練習してみるといいでしょう。以上で解説を終わります。お疲れ様でした。もしこの動画が役に立ったと感じたなら高評価とチャンネル登録をお願いします。あと概要欄に Twitter のリンクを貼っておきますのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。